そうですね、20世紀は箱物医療の時代ってよく言われたんですけど、皆さんも病院行かれたと思うんですけどね、21世紀は在宅医療の世界って言われてます。なかなか病院でですね長く入院させていただけるっていう時代は終わってしまってですね、どんどん多少の病気があったとしてもご自宅で安心安全に過ごせるように私たちのような在宅サービスを使って、生活をしていくっていうのが、スタンダードな時代になったわけなんですよね。箱物医療でしっかり勉強してきていただいて、在宅医療にお越しいただいてですね、訪問看護、訪問介護、また私たちのようなナーシングホームで働いていただくっていうのはすごくメリットがあることだと思うんですね。一番大きく違うこととしては、敷居をまたいで病院にお伺いをして病気を治していただくという世界と、敷居をまたいで看護師さんがお家に来て、看護のお世話をしていただく。なんで私たちのこの在宅側の仕事としては、敷居をまたいでサービスをさせていただく、実は究極のサービス業なんですよね。で実は在宅医療って、病院の看護師さんと働き方が大きく違うところとしては、マインドの部分でね、究極のサービス業だというところが一番大きく違うのかなと思います。病院で働いていただく時ももちろん言葉遣いであったりマナーであったりっていうのは意識はされてたと思うんですけれども、在宅敷居をまたがしていただいてお家にお邪魔するっていう仕事においてはね、その方のご自宅でのルールマナーっていうのがあると思いますので、その方ともちろん仲良くしていただいてですね、信頼関係を築いていくっていうのはすごく大事なことなんですけれども、その方の家のルールにきちっと従っていただいて、私たちはサービス業であるんだと。またうちの白百合ケアであれば株式会社でありますので、株式会社の看護師なんだっていうことを意識してもらって、究極のサービス業で働く看護師だという意識を持って働いてもらうということが一番大事かなと思いますね。看護師さんがお伺いをしてですね、ご自宅に、利用者さんのご自宅にお伺いをしてあげるっていう感覚でですね、なんとかしてあげる、看護してあげる、いや私に任せておいてしてあげるっていう感覚でしてもらって嬉しい人もいるんですけれども、いやいやもうちょっとそれは違うと思う、私の家なんだから私がやりたいようにっていうことでトラブルになった方も実はいらっしゃいます。私たちは訪問看護っていうのは訪問看護サービスの利用者さんっていう表現なんですね。病院だったら患うものって書いて患者さんって言います。もちろん在宅に戻ってきても表現としては患者さんなんですけれども、患ってらっしゃる、ご病気を患ってらっしゃる方なんですけれども、私たちの在宅でのサービスを使っていただく利用者さんっていう表現で言いますので、私たちの会社では絶対患者さんとは言いません。サービスを利用していただく利用者さんだからこそ、私たちは究極のサービス業でないといけないということなんですよね。自分がやりたいことをやりたいって一度言ってほしいですね、きちっとね。でやっていただくことに言っていただくことによって、私もこの人はこういうことできるかな、ああいうことできるかなっていう発想もできると思いますし、働く環境、その方々が働く環境っていうのも整えられると思うんです。多分ダメだろうとか多分こうだろうって思って、不平不満を抱えてですね仕事するより、一度言っていただいて、どのような働き方が合うのかなっていうのを経営者の私が判断をして、できる環境は作っていきたいなというふうに思っています。例えばですけどね、子どもさんが小さいからこうでしか働けないとか、家に帰ったらこういうことしないといけないからこの時間までしか働けないっていう方もいらっしゃると思います。実はすぐそこに会談会議室っていう会議室があるんですけど、もう託児所として利用されてます。朝から子どもさん連れてこられて、お母さんは訪問に行かれてっていうふうにもしますし、働き方のバリエーションとしてはですね、35種類働き方があります。それ9時から6時までの人もいれば、9時から5時半までの人もいれば、そういった時短勤務の人も全部含めると35パターンあるわけなんですよね。それぞれが働きやすい形で働いてもらえばいいかなと思いますので、どんどん自分の意見を言える人っていうのがうちの中では働きやすいというかね、私たちも求める人材かなというふうに思っております。で私もスタッフたちには言うんですけれども、私の仕事っていうのはもちろん経営者ですけれども、
皆さんの働きやすい環境を作るっていうのが最大の仕事なんですよね。なので、私は利用者さんファーストっていうことを一番に言わずに、実はスタッフファーストっていうことをいつも言ってます。でスタッフは利用者さんファースト、私が利用者さん第一第一って言っても、もう今現在は現場に出て仕事をしておりませんので、やっぱり利用者さんと直接触れ合うのはうちのスタッフである。でスタッフが働きやすいな、この会社面白いな、この仕事楽しいなって思ってもらえなければ、究極のサービス業なんてできっこないわけなんですね。不平不満を抱えながら文句を言えば、それって全部ね、やっぱり自分の不平不満として溜まっていくので、利用者さんに対してフラットな気持ちで、まっさらな気持ちで仕事ができるかって決してそうじゃないので、私はスタッフファースト、スタッフは利用者さんファーストだからこそ、意見をどんどん言ってもらって、私にとってはスタッフファーストになる、スタッフにとっては利用者さんファーストになることであれば、どんどん改善をしていく、そういったことですね。そうですね、講師を公と私ですね、講師をきちっと分けられる人、私もどちらかといえば創業して10年なんですけどね、もう講師混同で表現がおかしいですけど、もうプライベートの時間もないぐらい働きまくってきました。ただもうここ 2,3 年はですね、ありがたいことにスタッフが頑張ってくれて、自分の時間もきちっと取れるようになりましたね。でそうするとまたもう一度ゼロに振り返ってですね、頭をこうクリアにして、また違うアイデアが浮かんだり、また月曜日から新たな気持ちで仕事しようっていうふうにスイッチが入るんですよね。それをダラダラやってしまうと、ずっと長時間勤務する、長い時間仕事をすることが美徳だみたいになってしまうんですよね。そうではなく、やっぱり短い時間できちっと集中して仕事をしていただく。でそれできちっと結果が出ることによって、また自分の時間ができていって、そういった繰り返しで、レベルの高い仕事をしていきたいので、講師をきちっと分けられるっていうのはすごく大事なことで、うちの中でも本当に活躍してるなっていうスタッフは講師をきちっと分けてるんじゃないかなというふうに感じますね。でその講師の私の時間、自分の好きなことに没頭してたり、自分の好きなことをやる時間にしっかり当ててるスタッフっていうのは、仕事の時も仕事のためにきちっと時間を使ってるかなというふうに感じます。